北条に重大な何かが起こっているかもしれないか。まったく、ややこしい時にややこしいことが起きそうね。それぞれの国元で妙な動きがある。私たちが留守の間にいろいろとね。まあちょっと国を開けすぎたかなって自覚はあったけど、他国からの調略の手が伸びているみたい。一度国元に戻らないといけない。幸い尾張にはそういった動きはない。だが岐阜では時派が春動しているとの報告もある。我も一度岐阜に戻ろうと考えているのだが、各勢力から代官を出して共同統治しようと話をしているところよ。都は火薬と同じ。野心という炎を持つ者に取られたら爆発的に戦乱が広がっていく。だから軍勢を全て引き上げるわけにはいかないのよね。代官については和葉に任せるつもりだったのだが、本人が嫌がってな。畳仕事はもうこりごりなんだそうだ。都にいれば必然公卿の相手をしなければならない。和葉様はそういうのが好きじゃないんだと思う。我らもそう思っている。まあ、あのはちゃめちゃな公方が都にいたら、それはそれでいろいろと問題が起きそうだし、目の届く範囲に置くに限る。金利に話を通し諸次第を置くつもりだ。人選についてはまだよ。難しい問題も多くてね。形式的に公方様の認可も得ておきたいけど、探しているけど朝から捕まらない。まったくあの風来坊、一体どこで何をやってるのやら。まあ OK。 今は北条が先だ。つい先ほど直前の先触れが来た。今日の夜には到着するらしい。すぐに会いたいと言ってきてる。私たちも暇じゃないし、夜に会うなら会うで構わないんだけどさ。ミクはそれでいいかもしれないけど、光は良くない。今日は光の番なのに。気持ちはわかるが、そこは我慢してくれ。わかってるけど。同席してくれると助かるが、構わんか。使者が到着したら呼びにやるわ。その時はお願い。
おお、主様。長き出張、苦労であったな。妻が夫に会いに来るのに何の遠慮がいろうか。主様は何でもお見通しじゃな。人たらしめ。そのような言い方、卑怯じゃぞ。主様はずるいお人じゃ。少しな、考えていることがある。世は公方じゃ。この日の本の者の不どもを滑る公方であるのじゃ。じゃがな、世はその肩書きを好いておらん。力のない公方なんぞ戦乱のもとになるだけじゃと常々思うておる。じゃが悲しいかな、公方という立場をおいそれと捨てることはできん。つまらんしきたりもあれば金利の都合もある。何よりご先祖様に顔向けができんからな。しかし今鬼との戦が終わり、世は平穏とまではいかんじゃろうが、ひとまずは落ち着いた。じゃが次の流れはすでに始まっておる。世はな、悩んでおるのじゃ。公方として生きるべきなのか、それとも世は足利の当主である。そして公方である。やはり公方として生きねばならんのかもしれぬ。主様。世は世か。足利の当主であり公方であり、そして主様の妻であり。じゃがそのすべてが世なのじゃな。世の心は決まったぞ、主様。それで主様よ、どこに行っておったのだ？隠密仕事か？北条か。そういえば昨日拝謁の申し込みが来ておったな。面倒で断ったが。で北条は何を言ってきたのじゃ？都を抑えた連合と手を組み西を守ろうとでも言うのじゃろうか。
そうか。主様よ、世を置いていくのは許さんぞ。うむ。夜分遅くにすまんな。使者はもう少しで来るはずよ。健介はこっち。いや、なあミク。まあ言いたいことはわかるけどね。私も時々目を奪われることがあるし。うん、光もそう思っていた。惚れ惚れする。なんでもない。気にするな。北条家ご使者、北条様之助殿、遠路苦労であった。面を上げられよ。は。苦しゅうない。面を上げられよ。は。ちょっと健介、聞いていた話とは少し違うんじゃないの？まだわからない。ここは相手の出方を見るべき。
は、しからば。相模の神、北条氏康が五女、北条左馬之助氏則、我が主、氏康の命により、参上つかまつりましてございまする。遠路はるばる苦労であった。して左馬之助殿は我ら連合にいかな用がある？だいぶイライラしてたみたいだからね。仕方ないんじゃない？まあ手間が省けていいじゃないの。さて、まずは北条より連合の皆様方へ親睦の証といたしまして、刀10振り、銭2000貫、そして鉄砲200丁。以上を親睦の証としてお送りさせていただきます。これはまた。北条ってかなり羽振りがいいみたいね。それはもう、我が北条家は関東の名手。両国の繁栄はこの日の本でも随一でありましょう。天端は広く、治水行き渡り、民は勤勉で正直なものばかり。領内は遥か彼方まで道が続き、天馬揃い、船多く、人も物もはやぶさのように動いておりまする。また都よりあまたの職人を招き、産業を起こし、教育にも力を入れております。その証拠がこの鉄砲の数でございます。北条の力は分かった。というか、そんなこととうの昔に把握してる。だからもう鮎は必要ない。さっさと本当の目的を話したらいい。されば僭越ながら、
我が北条の要求をお伝えさせていただきまする。果実、連合のお歴々に降りかかった災難、本能寺の変、そして南朝の亡霊によってこの日の本にばらまかれた災厄の数々。その災厄は我が両国も例外ではなく、両地両民ともども様々な被害を受けておりまする。で、それを謝れと？ああ、弁償しろとでも言うのかしらね。いえ、そこまでは。しかしながら先の乱が原因で、遥か遠方であるはずの我らが領地でさえ、電波はひどく荒れ果て、領民どもは難儀している。それは事実でございます。つきましてはぜひ、連合のお歴々に、当家領内をご視察いただきたく。当主氏康になり代わりまして、まかり越した次第でございまする。視察だと？は。謝罪や賠償を請求するつもりは毛頭ございませぬ。しかしながら最近は領内の治安も悪化し、お恥ずかしい限りではありますが、北条の兵のみで治安を維持するのはいかんともしがたいのが実情。その実情を踏まえ、ぜひ連合の皆様にお力添えをいただきたく、伏してお願い申し上げ立てまつりまする。呆れた。自国の兵が役に立たないからって他国の軍を領内に招き入れようっていうの？ミク、それは。関東の名手が聞いて呆れるわ。自国の民の安全を思うのならば、あなたたちがもっとしっかりと。しかり、まさしくでございます。越後国主であらせられる長尾様のおっしゃる通り、他国の軍を自国に引き入れるようなことはいくら治安が悪くなってきたからとはいえできかねること。しかしながら連合にはただお一人、実質的にはどこにも所属せず、しかして隠然たるお力を持つお方がいらっしゃるとか。北条としてはぜひそのお方に連合を代表してもらい、当家両国をご視察いただきたい。左之助殿、いやさ氏則、北条は健介をよこせというのか？しかり。ミクのバカ。ごめん。うかつだった。相手の調子に乗せられちゃったわ。裏をかかれたな。さて、どういうことよ？
ちょっと待ちなさいよ。健介は連合の要よ。敵か味方かもわからない北条の領内に行かせるなんてことできるはずないでしょ。しかしながら連合の皆様は今はひとまずご休息のご様子。また中枢にいらっしゃるお歴々の足元では何やら火遊びが行われているようですが。つまり連合が動けない今、健介を貸せと。あくまで試験ではありますが、当主氏康はそのように考えているようです。返す保証がない。確かに。いくら言葉を並べたところで信じてもらえるとは思っておりません。しかしながら当のご本人の心はすでに決しているように見受けられます。健介！本当に行くの？それははめられて仕方なくか、それとも責任を果たすためにか。わかった。ただし条件がある。聞け、氏則。健介の安全の保証、それを貴様の命をもって誓え。健介の身に何かあれば腹を切って詫びろ。詫びても済ますつもりはないがな。お約束いたしましょう。信じてやる。もう一つの条件だ。健介一人では行かせん。護衛をつける。護衛ですか？それならば北条が。それでは意味がない。こやつは一帯の頭である。その隊をつける。わかりました。その条件飲みましょう。よし。では次で最後だ。貴様らの用が済んだのであればさっさと健介を返せ。もし条件を守らないようであれば連合の兵をすべて投入し東関東と呼応して小田原を根切りにいたす。覚悟しておけ。御意。ちょっとクオン、本当に健介を行かせるの？光も賛成できない。我も乗り気ではない。だが夫がしたいと思っていることをやらせてやるのも妻の役割ではないか。それはそうかもしれないけど。分かったわよ。何か困ったことがあればすぐに光に言う。駆けつけるからね。お話はお済みのようですね。では健介様には明朝出発していただくとして。待て、さすがにそれは無理だぞ氏則。ですが準備が整わんと言っている。待てないというのであればこの話はなしだ。たとえ連合の名に傷がつこうと構わん。それほどの覚悟を持って我らは夫を小田原に行かせるのだ。それを忘れるな。わかりました。健介様の準備が整うまでどれほどの日にちが必要でしょう？そうだな。20日ほど待っておけ。無理です。にべもないな。人の準備、荷の準備などこちらには山ほどやることがあるんだぞ。わかりました。ならばその半分、10日目の早朝に立つというのはいかがか？どうする健介。
わかった。ならば10日後だ。宿はどこに取っている？大徳寺にて。臨済の本山か。後ほど返礼を届けるゆえ、小田原に持って帰るがよい。ありがたく。もういいわ。どうせ言い出したら聞かないんだから。でも小田原で何が待ってるかわからないわよ。健介、責任を果たしたいって言ってた。それは鬼のこと？それはあなただけの責任ってわけじゃ。わかった。我は貴様を支持する。思うがままやってくればよかろう。光もクオンと同じ。だけど心配してるのも本当だからね。私も同じよ。だけど無茶はしないでよね。それでどうする健介？後から追いかけさせるしかないな。篠と雫、それに梅の3人が出払っているのが少々痛いな。知恵者2人がいないのは不安。貸すの？わかった。なら長尾からは宇佐とザクロを出す。武田からはひふみと恋を出すね。小田からはどうする？わかった。それにしても氏則が何故あそこまで出立を焦っていたのか、それが少し気になってな。うまく乗せられたのは反省してるけど、やっぱり北条にも何か事情がありそうね。うん、それも急がなければならない。何か特別な事情があるんだと思う。承知した。ああ、人と荷の手配はこちらに任せておくとよい。それはクオンに任せるとして。健介、兵はどうするつもりなの？ちょっと待ちなさいよ。健介隊の兵って格闘戦に向いてないじゃない。
せめて織田の幌衆かうちの先手組を連れて行きなさいよ。武田も出せるよ、赤備え。まあ宇佐やザクロの子飼いもいるから大丈夫か。何か入りようがあったらすぐに知らせてね。おかえりなさい、お頭。おかえりなさい。北条との謁見どうでした？もう準備はできてますよ。ただ和葉様と優さんもこっちに向かってるそうなので、もうちょっと待ってくださいね。今日はご飯がとっても上手に炊けましたよ。楽しみにしててください。頼もう。ふむ、同行者はどうなっているのです？今回私とコロちゃんはお留守番しておきますね。そうね、私たちにはやるべきことが残ってる。お頭と離れるのは寂しいけど、でもきっとお頭が感じているのと同じで、これは私たちが責任を持ってやるべきことだと思うから。お頭が先の戦の後からずっと一生懸命に体を鍛えていたの、私たちは見てましたから。だからお頭、やりたいと思うことをしっかりとやってきてください。都の復興も二条館の再建も連合のことだって全部私たちに任せておいてください。背中は私たちが支えますからね。主様よ、世はついていくからな。そうですね。それがしらも同行した方が良いでしょうな。まあなんとかなるでしょう。そのためにそれがしも動いておりますし。世は将軍職を双葉に譲る、そう決めたのじゃ。今は優に申しつけて準備をさせているところじゃ。いやはや、急な申しつけで困惑いたしましたが、まあ致し方ありませんな。珍しいですね。ユウさんがそんなに素直なんて。何をおっしゃるお猿さん。それがし日の本一の素直な美少女であると自負しておるのですが。そういう言い方がユウさんのうさんくささにつながってるんじゃないかな。これはまた異なことを。うさんくさかろうがなかろうが、それがしはそれがし。和葉様が公方でもなく足利家当主でもなく和葉様であるように。まあ健介殿のお言葉が
直接のきっかけというわけではありませんがね。それがしも和葉様を自由にして差し上げたいとそう思っておりましたゆえ、予期しようかと。双葉様も了承していらっしゃるのですか？大役を担うこと承知してくれておる。ご安心召され、それがしも補佐につきますゆえ。それに継ぐと言ってもまだかなり先のことでござるよ。今は近中で終戦しているところでな。その後は賢きところより内諾を頂戴したてまつり、幕府内を調整し、他にも様々な手続きやしきたりをこなして、ようやく双葉に将軍職を譲ることができる。それはまた気の長い話ですね。幕府とは、組織とは、そういうものということでございますよ。ああ、大変だな。そんなわけでじゃ、主様。世は主様についていくぞ。和葉様が行くとおっしゃられている以上、それがしも音もつかまつるしかございますまい。話は決まった。ひよ、おかわりじゃ。